ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA でしか買えない収納特集をしたいと思います。ちょっと棚が欲しいなとか、クローゼットや収納を整えたいなと思っている方に IKEA ならいいのありますよっていうのをお伝えしたい内容となっております。まずはクローゼット内でおすすめの収納アイテム、スクープを紹介します。とても軽い素材でできていて、またこうやって立てて収納することができるのが特徴です。このように3サイズあります。一番小さいサイズが季節物の衣類なんか入れるのにもおすすめです。一番大きいサイズはシングルの敷布団が1つ入ります。またメッシュ窓付きタイプのものもありまして、こちらも同じサイズ展開になっています。今買われるならメッシュ窓付きタイプがおすすめです。中身が分かりやすいという利点があります。私はよく中身これ何入れてたっけってなるので、もう全部買い替えたいぐらいメッシュ窓付きタイプいいなと思っています。またグレーのカラー展開もあります。クローゼットのお色に合わせて選ぶことができます。グレーはメッシュ窓付きタイプはありません。スクープのいいところは、これはうちのクローゼットですけども、軽いので高い場所にも適しているっていうのと、このように立てて収納することができるということです。空間が有効に使えます。でこのように一番左はクリスマスツリーを入れたりですね、あとは作品を入れたり、年に数回しか下ろさないものを入れています。あとは季節物とかですね。でやっぱりメッシュ窓はね、分かりやすくていいなと思います。で結局中身が分からないとラベルを貼る必要が出ますよね。でそしてこれマスキングテープを貼ってるんですけど、やっぱり剥がれてきちゃったりするので、中身が見えるメッシュ窓付きタイプいいなと思います。こちら使わないときはペタンコにもなりますので、買っておいて損のないアイテムだと思います。でもう一つスクープタイプで人気のシリーズがこちらでして、このボックスタイプです。蓋がなくて箱型になっているものです。こちら注意が必要なのは、大きさのサイズ違いがございまして、奥行きの深いタイプがございます。間違わないように注意してください。おすすめ使いやすいのはこちらじゃなくて、こちらの浅いタイプとなっています。結局この取っ手とかはやわなので、そんなに重たいものを入れるものではないですね。あと天袋とかに置くのに重たいものだと下ろしたりするのが危ないので、こちらもうちのクローゼットの天袋ですけども、こちらに普段はめったに使わない浴衣ですとか、季節物の衣類ですとかをこちらに入れています。こちらの商品余裕で10年以上使っていますね。でこちら下のエリアはですね、先ほどのスクープの一番小さいサイズと一番大きいサイズが縦に並んでいます。うちのマンションのクローゼットなんですけど、奥行きがぴったりだったんですよ。この一番大きいサイズのスクープには敷布団、シングルサイズの敷布団を入れています。入れるときは四つ折りにするのがコツです。比較的最近購入したスクープの一つがこちらなんですけども、これ結構よくってですね、この仕切り付きのボックスなんです。私はこれ単品でインナーを入れるのに使っています。これをクローゼットの衣装ケースの引き出しの上に置いて使ってるんですけども、ポイポイ入れることができますし、仕切りが絶妙でして、大きいマスには長袖、小さいマスにはタンクトップみたいな感じで整理しやすくて気に入っています。こんな感じでいろんな種類があるんですけど、もう一つだけ紹介させていただくと、このボックスセットですね。これは引き出しの中を仕切るのにとても便利です。これ自体がすごく軽いので引き出しが重くならなくて使いやすいのと、このシリーズ全部に言えることですけども、チャックで底が開け閉めできて、使わないときはペタンコにすることができます。うちはこれ2セットぐらい多分ありまして、いろんな場所で使っています。続きましては IKEA といえばおすすめの棚があります。リビングですとか、なんかいい棚ないかな、いい収納ないかなと思ってる方向けの大型家具を紹介していきます。まずはカラックスというシリーズです。こちらはいろんな大きさの種類があるんですけども、
特徴としてはこのように壁に沿わさせずに間仕切りっぽく使うことができるという特徴があります。こちらの使用例は机の天板をジョイントさせております。このように使うとどちら側からでも使える棚として使うことができます。またこちらカラックスは今立ててますけど、横に寝かせて使うことができる棚です。このルームセットは隣にすぐキッチンがあって、ワンルームマンションのようなコンパクトなお部屋なんですね。なので部屋を仕切ってエリア分けをしたいなっていう時に重宝する棚です。また日本でも6マスタイプが販売されたりですとか、サイズのバリエーションが多いのも特徴です。このようにオープンラックなんですけども、扉をつけたり引き出しをつけたりすることも可能です。こういうアクセサリーが豊富で、しかもお手頃価格っていうのも IKEA 押せる理由の一つかなと思います。こちらは足もねついてますね。こちらはルームセットの使用例です。上は飾り棚、下はボックスなどを入れて隠す収納にしているという使い方です。右は4マスタイプなので、その上をディスプレイスペースとして使えてますね。またこのディスプレイで非常に重要なのがこの照明を設置しているところだと思います。スポットライトが当たっていておしゃれに見えますね。こういうライト系も IKEA は結構充実していますのでおすすめです。あとやっぱり IKEA でおすすめな棚といえばベストシリーズです。この間ちょっとご一緒させていただいた整理収納アドバイザーでルームスタイリストでもある竹村真奈さんもよくベストシリーズを提案するっておっしゃってました。シンプルですし、サイズバリエーションもあるのでテレビボードとして提案することが多いとおっしゃってました。うちもこの真っ白なタイプをですね、ダイニングの後ろで使っています。とにかく真っ白でシンプルなので最高の背景になります。奥行きは42センチあります。家の書類系、あと爪切りなどの小物系もこちらに収納しています。高さもちょうどダイニングテーブルと同じぐらいになるので線が揃ってすっきり見えます。カラーバリエーションも豊富なのでインテリアに合わせやすいです。木目調のものはプリントなので質感が気になる方はホワイトなど単色のものを選ぶのがいいかなと思います。こちらはテレビボード周りが全部ベスト収納でできています。すっきり見えるのが特徴だと思います。またこのようなすごい浅いタイプもベストシリーズにはありまして、こちらはカウンター下の収納などに検討される方が多いです。すごく浅いんですけども、このように漫画の文庫本が単行本がぴったり入るサイズです。とても薄いですから、もちろん壁に固定が必要になる家具でございます。こちらも使用例を紹介します。窓際にずらっと並んでいますのがこちらの薄型のベストシリーズです。このようにちょっと扉に柄が入ったタイプもあります。一緒に検討されるのが多いかなと思うのが A ケトシリーズです。こちらは奥行きが35センチなので少しコンパクトになります。ですがちゃんとファイルボックス、マガジンファイルボックスっていうんですかね、が入る奥行きとなっているので使いやすいサイズ感です。こちらは扉が内側に入りますので線が前から見た時に入ります。そういった意味ではベストシリーズの方がすっきり見えます。どちらも腰高なのでこの天面をディスプレイを楽しんだりすることができます。こちらのシリーズはそれほどカラーバリエーションはありません。こちらのルームセットが分かりやすいんですけども、テレビの上についているのが A ケトでテレビの台がベストです。どちらも真っ白なんですけども、扉の縁が見える分ベストの方がすっきり見えるかなと思います。より浅いタイプですとビリーがおすすめです。うちも子供部屋で腰高のビリーを使っています。本棚として非常に評価の高い商品でして、昔から売れている商品なんですが、ここ数年リニューアルがありまして再組み立てが可能になりました。こちらはビリーが一面に使われたルームセットです。ファイルボックスがずらっと並んでいますけど、注意点としては無印のファイルボックスだと1センチほど飛び出ます。
IKEA のファイルボックスは綺麗に入るんですけども、無印のファイルボックスちょっと大きいんですよね。そこだけは注意です。ビリーはですね、こんな風に下だけ扉をつけることも可能ですし、またこの下だけのタイプ、腰高のタイプもあります。カラーバリエーションもいくつかありますので見てみてください。扉もいろんなタイプがあります。腰高のビリーの場合はこのように上はディスプレイを楽しむこともできます。おもちゃ収納です。おもちゃ収納としてとても有名なこちらのシリーズなんですけども、なんでそんなおもちゃ収納にこちらが人気かと言いますと、やっぱりこのボックスごと出しておもちゃを広げてまたしまってボックスごとしまうということができるので、お子様が片付けやすいという特徴があります。またこのようなメッシュバスケットもありますので、おもちゃ卒業した後はちょっと衣類を入れたりですとか、そういう使い方もできます。また最新情報としてはこのように間に板を渡してテーブルにすることができるというものも出ています。これすごくいいですよね。しかもこんな結構お手頃価格で本当良心的です。天板として売っています。こちらの天板と足元にある梁がセットで販売していますので、組み合わせてトロファストと組み合わせて机を作ることができます。結構自分で板買ってきてこういうの作ってる方いらっしゃったんですけど、ついに IKEA 公式から出たという感じです。こちら使用例です。リビングルームの一角にこのようなおもちゃスペースが作られています。ラグでちゃんとこのエリアを区分けしているのがいいなと思います。全部パイン材ですかね、木材の色が合っているので統一感も出てていいなと思います。最新の IKEA の子供向け収納事情としましては、このようなラスタレという名前の収納、ワードローブ収納ですかねのシリーズが新しく出ました。かなりバリエーションが豊富に出ていまして、組み合わせて自由度高く使うことができそうです。こちら特徴としてはとても安価だなと思ってます。こちらのルームセットは先ほどのそのシリーズを活用したルームセットになっています。ワードローブだけじゃなく、このように収納、キャビネット収納や、こちらはワードローブですね。かなり背の高いものとなっています。で、中はポールハンガーと引き出しがついていました。いろいろ組み合わせられそうです。組み立てがちょっと難しかったっていうお声も聞いています。プロの方からで、またこちらのシリーズはこんな風にですね、机みたいな、こちらはベンチなんですけどが同じシリーズで出ています。ランドセルをこの上にポンと置くのいいですね。結局ランドセルっていうのは置くのが低めのところに置くっていうのが一番やりやすいんですよね。で、こちら勉強机みたいなタイプもあります。こちらも同じシリーズでして、これで揃えるとこの奥行きがぴったり合うのがいいなと思います。はい、最新の収納シリーズでした。あとここからはおしゃれなちょっとデザイン性のある収納棚が欲しいという方向けになります。こちらはモジュール式の収納になってまして、すごくおしゃれですよね。このように仕切りですとか収納扉なんかを自由に組み合わせられて、この横方向の棚の数っていうんですかね、それも自由に選んで部屋に合った幅を購入することができます。めちゃくちゃおしゃれなので SNS でも話題になっています。あとこちらは比較的前からありますが、ヘムネスシリーズです。ちょっとカントリーチックな雰囲気ですけども、このようなガラス戸と引き出しのタイプですとか、あと扉のない本棚のようなタイプなど、こちらもバリエーションがあります。しっかりこのライティングしてあるので素敵に見えますね。こちらのシリーズは他にもカラーバリエーションがあります。お酒が好きな人という設定なのでしょうか、瓶がずらっとディスプレイされていました。
と比較的新しめのシリーズで、ここ数年ですけどね、新しめって言ってもトンスタードシリーズもおすすめです。こちらは付き板仕様になってまして、質感がとてもいいのが特徴です。ちょっと寄り道しますけども、こちらのウォールシェルフ、こちらも質感めちゃくちゃいいんですよ。ちょっとねお値段 IKEA にしては高めなんですけども、多くの木材です。設置にしっかりネジが必要なので賃貸には向かないんです。勇気がなくて私もまだ変えてないんですが、はい、こちらトンスタードシリーズ、こちら食器棚ですけども、いろんなバリエーションが売ってます。こちらもちょっと上質な美しいものが欲しいなって方におすすめしたいシリーズです。こちら使用例ですけども、オープンな棚とテレビボードを組み合わせた例です。バリエーションが豊富なのでいろんな組み合わせができるのいいですよね。 IKEA といえばこちらワゴンが有名ですよね。 IKEA のワゴンはとてもキャスターが安定していて使いやすいと評判です。こちら炊飯器が載ってますね。うちも大きいタイプ小さいタイプ両方持っています。おすすめの使い方としては、このように天板を一緒に買うのがおすすめです。ちょっと移動式のサイドテーブルっぽく使うことができます。 IKEA のディスプレイではこんな風にランドセルが置かれていたんですけども、多分これは結構やりづらいって言ってる方が多いのかなっていう印象です。結構ね高さもありますし、小さいお子様は難しいと思いますね。縁もあるんでめちゃくちゃ置きにくいと思います。もうさっきちょっとね見せましたけど、台にポンと置くのが一番いいんですよ。うちもカラーボックスの上に置いてもらってますけども。はい、で次は玄関収納いきます。玄関収納なんですけども、洗面所でよく使われているというこちらの収納ボックスです。とても薄型でして、シューズボックスとして売られているんですけども、とても薄型なのでバスタオルなどタオルを収納するのに使われているという方が多い商品です。あとトイレでトイレットペーパーを収納しているという方もいらっしゃいます。とても安価で、こちら2個セットのお値段です。ちなみにブラックも売っています。視聴者さんの活用例をたくさん紹介した動画がありますので、こちらぜひ概要欄から関連動画ご覧になってください。もう一つ洗面所でといえばどうしてもお伝えしたいものがありまして、こちらの壁面収納です。私はこれをクローゼットの中で使ってるんですけども、すごく設置しやすかったんですよね。一人でも設置できました。賃貸の方は難しいと思うんですけど、自在に棚とかをね自分の好きな位置につけることができてとてもおすすめです。洗面所ですとかクローゼット内とかに収納を作りたいという方にとてもおすすめな商品です。こちらの壁面も同じシリーズが使われています。ああいうポールなんかもねオプションで売っています。皆様のお気に入りの IKEA の収納アイテムありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。